こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画は、最近販売が開始された C14 キットメタルエディション、C24 キットメタルエディション、あと同じく C34 のキットメタルエディションのご紹介をさせていただきます。現在、うちで言うと、キットモデルっていうのは C シリーズは C44KM っていうのがあって、その他には B シリーズですね。B14 とか24とか、あとは、6輪系の B16、B36 なんかですね。基本的にはそちらと同じような感じになります。キットっていうことですよね。なので、あらかじめお伝えしたい注意点も同じですね。3つあるんですけど、キットモデルなのでメカ類は別途必要ですと。あと上級者向けです。付属する組み立て説明図が KM 用じゃなくて K 用と。で、まず、ちょっとこれ順番にご説明するんですけど、まず、キットモデルという点について、これはですね、他の動画でも解説しているんですが、C44 キットメタルエディションですね。C44KM。これと同じで、送受信機とか、ESC、これは付属してませんので、別途ご用意いただく必要がありますと。送受信機ってこれですね、この操作するやつ。これが送信機で、受信機が、すいません、ちょっと今手元になかったんですけど、これ四角い、これで飛ばした電波を受信する四角い箱があるんですけど、それを、両方合わせて送受信機なんて言うんですけど、そういうものが付属してませんので、別途ご用意いただく必要がありますよと。その点について詳しくはですね、その C44 の動画で解説していますので、キットってどういうことっていう、そういう方はですね、よければですね、詳しく知りたいよという場合には、概要欄にリンクを貼っておくので、そちらを、見てみていただければと思います。はい。では次にですね、上級者向けという点についてなんですが、これはもう、これまでキット系の動画で紹介している通りですね、今お伝えしたように、プロップセットが別で必要だったり、配線についても一部ハンダ付けが必要な場合があったりっていうのがありますので、例えばラジコンも本当に初心者で右も左も分かりませんというような方は、正直ですね、いきなりこのキットに挑戦するっていうのは、正直なかなか厳しいと思いますので、せっかく RTR モデルっていう、もう最初から完成しているモデルですねっていうのがありますので、良ければですね、そちらの完成品のモデルから入門していただくっていうのがおすすめかなと思います。はい、そして次、付属する組み立て説明図が KM 用じゃなくて K 用という点について、皆さんご存知いただいていると思いますが、WPL の製品っていうのは海外製品なんですね。で、うちが日本の正規代理店ということで取り扱いをしているという形になるんですが、輸入製品のいい点、悪い点っていうのがやっぱりありまして、コスパっていう点ではすごくいいんですけど、例えば取説なんかは、そもそも説明図のこう図がいろいろ出てくると思うんですけど、この説明図の内容と実際のパーツがなんかちょっと違ってたりとか、あとは結構びっくりなのが、今お伝えした通りで、そもそも付属するこの取説がですね、KM 用じゃなくて K 用なんですよ。でこれどういうことかっていうと、KM っていうのは、K がキットっていう意味で、KM の M がメタルエディションですっていう意味なんですけど、メタルエディションっていうのは、ほぼフルオプションみたいな感じで、メタルエディションっていうぐらいなんで、金属系のパーツですね。そういったパーツが最初から付属してるんですね。で今回紹介してるのはその KM なんですけど、この付属してる取説は、ここにもこうやって K ってなっちゃってるんですけど、K 用。つまり、ノーマルマシンのキットの取説なんですね。なので、実際に付属の取説の、この取説の通りに作ろうと思うと、付属しているオプションパーツが、そのメタル系のですね、せっかくたくさんついてるオプションパーツが一切登場しないっていう取説になっちゃってるんですよ。一番違うのはメタルアップグレードパーツセットっていうオプションパーツで、これは結構ご存知の方多いと思うんですけど、これがその C14 でメタルアップグレードパーツ組み込み済みの車体なんですけど、これですよね。これがノーマルだとプラスチック製なんですよ。で、オプションパーツとしてメタル製にアップグレードできる感じになってるんですけど、これがですね、全然取説に登場しないんで、これ組んだことある方なんかわかると思うんですけど、慣れないと結構組むの難しいじゃないですか。で、これはこれで別の動画でがっつり説明してる動画があるんで、今回これ組み立てる場合もですね、それを見ながら組み立てていただければと
思うんですが、その辺がそもそもトリセツに登場しないと。はい。というわけで、トリセツがメタルエディション用が付属してないと。で、じゃあどうすればいいのってなっちゃうと思うんですけど、そこは、うちが代理店という立場でフォローさせていただいて、こうして、そもそもこの動画がそうなんですけど、解説動画を上げてですね、なるべく困らないようにっていう努力はさせていただいているという形になってます。はい。以上が事前に知っておいていただきたい注意点でした。あともう一つ大事な点がありまして、さっきもうお伝えしたんですけど、メタルエディションなんで、これいい点ですよ。いい点として、主に金属系のカスタムパーツがですね、最初から付属してます。ちょっとそれも説明しておきたいんですけど、付属しているのは、まず C1424 について、こちらですね。2スピードミッションギアボックスセット、メタルアップグレードパーツセット、ホイールウェイトセット、あとタイヤもですね、ソフトタイヤがついてます。ソフトタイヤの V1 っていうのがついてます。で、あと C34KM については、スペシャルトルクシングルギアボックスセット、メタルアップグレードパーツセット、ホイールウェイトセット、で、こちらですね、メタルギアのデジタルサーブもついていて、あと、タイヤは同様ですね、ソフトタイヤがついていて、これはソフトタイヤの V3 っていうのがついてます。はい。で、今回の動画なんですが、C44KM っていうモデルの時もそうだったんですけど、どうしても今までに上げているメタルアップグレードパーツセットの、組み立て方とか、あとはタイヤの接着の仕方とか、いろんな動画とですね、内容が被ってるんですよ。で、一個一個のそれらの、解説動画を見て組んでいくと、もうほとんどシャーシが組み上がっちゃってるんですけど、みたいな、状態になっちゃうんですよ。なので、ちょっと今回の動画もですね、実際にある程度の組み立て作業やっていくんですけど、例えばここからはアクセルの組み立てになるので、概要欄からこの動画を見て、組み立ててきてくださいとか、あとは2スピードミッションの、3チャンネル目を使った制御の仕方なんかも概要欄からこの動画に飛んで、見てきてくださいみたいな、ところがですね、結構ちょこちょこ出てくると思うんですけど、その点はですね、もちろんもう分かってるよという方はそのまま、進めていただいて、もしよくわからないよという場合はですね、お手数なんですが、都度ですね、その動画の方に一旦飛んでもらって、見てもらって、でまた帰ってきてもらうというような、そういったような感じで、お願いできればと思います。で、特に C34 についてはですね、もう本当に加工動画の解説動画いくつかあるのを組み合わせて組んでいくだけでもうほとんど組み上がってしまいますので、今回の動画はですね、一応 C14、C24、C34 共通の解説動画にはなるんですが、C14 を、ベースに進めさせていただきます。で、都度ですね、C34 の方はここで概要欄のこちらの動画を見てくださいとか、そんなような感じにさせていただきながら進めさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。あと一応 C24 ですね。C24 についてですが、これももうC14 とシャーシは共通ですし、最後の方でボディを組み付けていくんですけど、そのボディの組み立てとか組み付けが少し違うぐらいで、基本的にはほぼ同じなので、C24 の方もですね、この動画を、このまま見ていただければ問題ないかなと思います。はい、じゃあ、最初の解説からですね、どうしても長くなっちゃったんですけど、今回 C14、24、34の KM ですね、について、もう実際にここから組み立てをしながら説明をさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今回、さっきお伝えした通りですね、C14 でやっていきます。で、早速なんですけど、これですね、このメタルアップグレードパーツセットっていうんですけど、多分本当に初心者の方でこの動画を見て組んでるっていう方は、正直あんまり、なんていうかな、少ないと思いますので、大丈夫かなとは思うんですけど、このアクセルですよね、これをこう組まないといけないんですよ。で、もし、これ初めて組むよという方はですね、概要欄に、これいきなりなんですけど、概要欄に、組み付け方、このアクセルの組み立て方っていうのが出てきますので、そちらを見ていただいて、組み立てですね、していただければと思います。これ前用と後ろ用がありますので、当然両方ですね、両方組み立てていただいて、で、引き続きまたこの動画戻ってきていただければと思います。
多分この動画見てる方ほとんどいけると思うんですけどね。多分大丈夫だと思うんですけど、じゃあまずこれを組み立てちゃいます。というわけで、ちょっとこの動画ではこれ飛ばしちゃいますね。はい、こんな感じですね。アクセルが前後組めましたっていうところから続けていきます。で、この時に、これは C1424 もそうですし、C34 も言えることなんですが、このアクセルトラスっていうのをこう組み付けていくんですけど、これをこう締めすぎると、このネジですね。このネジを締めすぎると、ここがですね、割れちゃうことがあるんで、この、特にこっちかな？こっちをこうねじ込んでいって、締めすぎると、ここが割れちゃうことがあるんで、ちょっとそれだけ気をつけてください。この樹脂製のやつを使ってる時ですね。でもしこれ、メタル製を使ってますよという場合、純正っていうかノーマルだとこの樹脂なんですけど、これ、カスタムパーツでメタル製のやつもあるので、メタル製のやつ使ってるときは、こう安心してギュッと締めれるんですけど、この樹脂のやつですね。これ使ってるときは、ここを締め付けすぎないように気をつけてくださいと。で、この向きですね。向きを間違えないように、今これリアからつけますけど、リアの場合、この赤い玉がある。これの、こっち側ですね。で、これ多分、動画、別動画で見ていただいた方は問題ないと思うんですけど、C1424 の場合は、この WPL っていうのが、この向きで赤い玉が左側にある。これが正しいですね。で、スペシャルトルクシングルギアボックスっていうのを C34 の方は使ってますので、その場合これが逆になりますので、ちょっとそこは、不安な方は、その動画の方ですね、見ていただいて、しっかり組んでいただければと思うんですけど、そこは、注意しながらですね、組み立ててくださいと。ちょっとその、使ってるギアボックスによってこの向きが変わってくるので、そうそう、あとここ使うネジなんですけど、なんか多分いっぱい余ると思うんですよ、この長いやつ。僕はこの長いネジの中にも、すごい長いのと、ちょっと短いのがあるんですよ。で、ちょっと短いのを使うことが多いです。ここから飛び出ないからっていうその理由だけなんですけど、こんな感じ。わかります？こんなちょっとわかりづらいと思うんですけど、すいません。これ、右がちょっと長いです。で、これ、ちょっと長い方を使っても全然、ここ大丈夫ですよ。大丈夫なんですけど、ちょこっと出ちゃうんですよ。この先が。こう、締め込んでいくと、ちょこっと出ちゃうんで、僕は個人的にあまり出ない方がいいな。ここは地面の側なんで、なので、短い方を使えるときは短い方を使ってます。ただ、長いのしかないやって時は全然長いので組んじゃってますけど、ちょっと細かいとこでした。でこれ、組んでいきます。そうそう、一応、取説に出てこないと思うんで、このメタルで組むときは、これですよね。このパーツ。これが付属してるはずなんで、これを受けに使います。ここは、付属してる取説でも全然出てこないところですね。なので、ちょっとこの動画を見ながら、組んでいっていただければと思うんですけど、で、この最後ですね。最後に、締め付けすぎると、樹脂のアクセルトラス使ってる場合は、この辺がパキッと折れちゃうことがあるんで、それだけ注意しながら、でもあんまり緩すぎると良くないんで、そこ加減が難しいと思うんですけど、特に慣れてない方はですね、ここはかなり注意深く慎重にやっていただいた方がいいかなと思います。はい、これでリアが取り付け完了ですね。このアクセルトラス。で、フロントも同様に取り付けていきます。はい。フロントもこんな感じですね。こんな感じで取り付けができました。で、一応付属の取説で言うと、ここができたっていう感じですよね。右下に振ってある番号で言うと、この3ページができました。で、次、4ページいきますね。ここからは、ちょっと車体ごとに変わるんですけど、今回は、ボディ最後に取り付けますので、先にこのバンパーとかグリルとか取り付けちゃうと、ちょっと説明するときにも見えづらくなっちゃうので、ちょっと取説とは順番前後しちゃうんですけど、それでも全然問題はないので、ボディはですね、本当に一番最後に取り付けるという形で進めていきたいと思います。では、これですね、この
こんな感じの、なんか中に入れるこれデッキなんですけど、このデッキが入ってたり、このなんか使わないんですけど、ノーマルのなぜかギアボックスっていうか、ギアボックスカバーみたいなやつとか、この辺も入ってるんですけど、この袋の中からですね、このショックのパーツを使って、ショックアブソーバーをですね、組み立てていきます。なので、ちょっとそれ以外のパーツは一旦避けといてもらって、全部で4つ組み立てるんですけど、まず1個やりますね。こんな感じのシャフトとネジが一体になってるようなビスが入ってると思うので、これですね。これをここに入れます。このショックケース。これにこう入れて、で、これですね。こんなパーツが入ってたと思うんで、これに、こう、ドライバーを入れて、プラスドライバーですね。プラスドライバー入れて、で、こうねじ込んでいきます。これ斜めにならないように、ここのねじ込みがですね、ちょっとそこは慎重にねじ込むんですけど、こうねじ込んでいって、で、こうネジ山がちょうどこのパーツに隠れるぐらい、こんな感じで、ねじ込んでいくと、ネジ山が中に入ってきますよね。それがちょうどなくなるぐらいまでねじ込みます。まあ、同時にちょっと抵抗が増えると思うんで、こう急にきつくなると思うんですよ。そのあたりまででもうねじ込むのをやめてもらって大丈夫です。こんな感じで、こう、取り付けができましたと。ここから、このバネですね。バネを入れるんですけど、この時にですね、できればこの中にグリスを入れといてもらうと、足の動きが全然変わってきますので、例えば、まあやっぱりちょっと宣伝しちゃうんですけど、こういうデューロのグリス、これ液体状のオイル状のやつですけど、これのですね、こっちのタイプ、このペースト状っていうか、オイル状じゃなくて、もうグリスですよね。こっちのタイプ、まあ正直どれでも大丈夫です。どれでも大丈夫なんで、こっちのタイプ3種類あると思うんですけど、そのいずれかですね。いずれかをここに内側にちょんと塗っといてもらって、それで組んでもらうとすごいスムーズに動くようになるので、そのやり方がすごいおすすめです。でちょっと実際やってみますけど、このちっちゃいマイナスドライバーかなんかですね、こうすくってもらって、ここにちょんって入れるだけで大丈夫です。でここにちょんってくっつけたんで、ここをちょっとこうすくいながら、この中にちょっとこう回しながら入れるような感じでいいと思うんですけどね。これで十分かなと思います。で、このパーツですね。このパーツを、こう、負担になるんで、ここにパチンと。これ爪があるんで、爪に引っ掛けるようにして、こうパチンと止めてもらうと、1本完成と。で、ちょっと、さっき入れたグリスをですね、なじませておいてあげるといいんじゃないかなと思います。これ入れてるのと入れてないのも全然違うんで。はい、これで1本完成と。これを合計4つ組みます。でこの辺は C34 の方も、ちょっとパーツの形状違うんですけど、組み立て方は一緒ですね。はい、こんな感じで4つですね。4つ組み立てることができました。で、続いてミッションですね。ミッションを組み立てていきます。ミッションこれですね。C1424 の場合はこんな感じで、袋に、ほぼ完成状態で入っていると思いますので、これを取り出していただいて、で今回ちょっとメカ積みは省いてしまいますので、そのあたりですね、よくわからないよという方は、概要欄に、やっぱりこれも詳しく解説した動画がありますので、その動画のリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらからですね、よければ、チェックしていただければと思います。これが一緒に入ってたちっちゃいサーボが入ってたと思うんで、これがシフトチェンジ用のサーボで、こんな感じの袋にですね、こう、サーボホーンって言って、こう、白い、こういうのがいろいろ入ってる袋、これがあると思うんですけど、この中に1個だけ黒い、こういう形のやつが入ってると思うんですよ。これですね。これを使います。あとは、すんごいちっちゃいネジが入ってると思うんで、この中に。一番ちっちゃいやつです。こんなやつ。これを使って、このサーボに
これをこう取り付けていくんですけど、今説明してて気づいたんですけど、ちょっとこれ、順番、まあいいか。すいません。この辺ちょっと、実際、通電させて、センター出して、それから取り付けるみたいな流れになるんですけど、まあ、そのまま慣れてる人はもちろんできると思うんですけど、ちょっとここ本当に説明結構長くなっちゃうんで、ちょっとさっきと繰り返しになっちゃうんですけど、ここの組み付けですね、別動画があるんで、詳しく見ながらやらないと、ちょっとよくわかんないなという方は、そっち見てくださいね。とにかくこれをつけますと。で、これをここに今度つけてください、こうやって。ここにですね、ここをつけて、まあ、ここはちょっと飛ばしちゃってもいいぐらいなんですけど、本当は。別動画見るしかないっていう感じのところなんで、で、ここがですね、すごい割れやすいんで気をつけてほしいんですけど、このさっきの袋にこういうネジが2個入ってたと思うんで、これですね。これを使って取り付けていきます。これちょっと強く締めただけでパキッといっちゃうんで、このサーボの耳がですね、ここが割れちゃうんで、それは気をつけていただきたいんですが、正直割れちゃってもあんまり大きな問題はないです。そのまま全然使えちゃうんで。なので、ちょっと割れるのは気をつけながら、もう一応、まあ、ねじ込んでいただくしかないんで、ねじ込んで止めていただくと。で、両側ですね。両側、ねじ込んで止めたら、ここですね。これ今回たまたまちょっとこんな感じでぴったり来てないですけど、これが、ここに届いてない場合、これなんか、ここに当たってないですよね。スカスカで。この場合は、ちょっと力入れると、ここのシャフトに対して、このパーツ、これですね。これが圧入されてるだけなんで、ちょっと力入れるとずらすことができるんですよ、こうやって。ちょっと今わかりましたかね、こう。グッてやると、これずらせるんですよ。で、これをですね、ここに力を入れてグッてくっつけちゃいます。こんな感じで。で、ここで、こう調整するって感じですね。なんかどうしてもちょっと中途半端に説明しちゃうんですけど、で、この辺は、すいません。また、これ3回目ぐらいですけど、詳しくは別動画で、確認してくださいというところですね。はい。じゃあ、これが、ここまで組み立てができたら、今度は、シャーシを組んでいきます。まだ4ページか。この4ページで、今、ショックアブソーバー、これ4つ作りました。で、ミッションですね。ここも取説と実物と違うところなんですけど、これはノーマルのギアボックスなんですけど、実際には2スピードミッションですね。2スピードミッションを先ほど下準備しましたと。で、ここからシャーシを組み立てていくんですが、まずこの丸1番、ここからっていう感じですよね。で、ここからはこのネジですよね。この大量のネジが入った袋があると思うので、これを使っていきます。で、これ使うネジがナンバー1っていうやつで、一番たくさん入ってる、一番よく使う、このネジですね。これを使って、で、まず、1本目のこのラダーフレームですね。このフレームに、1本目のフレームには特に何も考えずに、この向きで言うと、右から2番目の穴と、こっちのなんか3連続で穴が開いてる方があると思うんですけど、これはここにそれぞれ取り付けていきます。で、こんな感じで取り付けていくんですけど、ここがですね、どう見せたらいいんですかね。こうがいいですかね。こうねじ込んでいきますよね。ねじ込んでいったときに、こんな感じか。こんな感じでねじ込んでいったときに、きつく締めすぎると動きが非常に悪くなっちゃうんで、ちょうど、このショックのこのてっぺんのところにネジが当たったなぐらいで止めておくのがちょうどいいです。で、もっと締め込むことは、相手が樹脂なので、もっと締め込むことはできちゃうんですけど、そうするとですね、これをこう、ちょっとプランプランに自由に、こっちの向きもちょっとガタがあるぐらい。これがちょうどいいんですよ。これがちょうどいいんですけど、これ締め込みすぎてしまうと、
これがですね、キュッと止まっちゃうんですよ。ここからもう全然プランプランに動かないぐらい。で、この横のガタも全然ないみたいな感じになってしまうので、その締め込みすぎには注意してほしいっていうところが、ちょっと、まあ注意点ですね。はい、こっち側も取り付けて締め込みすぎに注意と。で、この状態ですね。で、この1本目のフレームは特に何も考えずに、この位置だけ気をつけて、取り付ければよかったんですけど、2本目ですね。2本目は、こう、向きを揃えて、例えばここで比べた場合、3つの穴が開いてる、3つの穴が開いてる、この向きで、こう、向きを揃えたら、当然、ショックはこっちからつけないといけないですよね。こっちにつけちゃうと、同じのが2個になっちゃうんで、両方右じゃんみたいな、なっちゃうんで、右と左で使えるように、こちら側はこの向きですね。この向きで取り付けていきます。はい、こんな感じで2本目も取り付けができましたと。あ、こうか。こうですね。こんな感じ。で、ここ C34 の方はですね、ちょっと組み立て方がこの時点からちょっと変わってくるんですけど、ピロボールですね。ピロボールを取り付けて、どんどん進めていくって形になると思うんですが、取説を見ていただければ、図がそんなにここは、違うところではないので、問題なく進めていただけるかなと思います。で、今度ミッションですね。このミッションを載せていきます。で、もちろん、この時点で、この動画ではメカ積みしないのでやらないんですけど、この配線ですよね。配線、事前に必要に応じてですね、多分先にやった方が楽だと思うので、配線をして、もちろんメカの動作チェックですね。あとはここの調整。この辺りを済ませてから組み付けていくのがおすすめかなと思います。で、この3つの穴が開いているところが後ろになるので、向き的にはこっちの方が分かりやすいかな。こっちからいきますね。3つの穴が開いてますっていうのが後ろ側。で、ミッションはこの向きになります。多分、穴の位置的にも分かると思うんですけど、ここに左によって2つ穴が開いていて、で、一番右端にも穴が開いていて、合計3つの穴があると思うんですけど、それがフレームも同じような場所に穴が開いてますので、ここに合わせて取り付けていくと。この位置ですね。この位置で、1、2、3。これを止めていきます。で、この3箇所の穴の位置、しっかり合わせながら止めていくんですけど、この時点で止めるのは、このビス、一番多いやつですね。ナンバー1。ナンバー1で、この時点で止めていくのは、2箇所ですね。両端だけ止めていきます。真ん中のここの穴はですね、後でもうちょっと長いビスでボディと一緒に止めちゃう場所なんで、ここはまだネジは入れずに残しておきます。はい、今2箇所ですね。2箇所ビスを止めて、でちょっと仮止めって感じでちょっと緩めにしてあります。緩めにして、でこれネジの太さに対して穴がちょっと大きいじゃないですか。なのでちょっとこうガタガタ動くと思うんですよ。これをこのまま適当に締めちゃっても大きな問題はないんですけど、僕はちょっと揃ってないと気持ち悪いなっていうのがあるので、両方こうガタガタ動く状態で、このフレームが下に、一番下に来てるところで止めるようにしてます。少しでもロードクリアランスって言ってこのお腹がですね、少しでも上に上がってた方がいいかなっていうのも、気持ち的なレベルの、そういうレベルの話かもしれないですけど、少しでも上にあった方がいいなっていう気持ち的な問題で、ちょっとこう、フレームに対してギアボックスがちょっと上にガタってきたところでこうギュッと締めて、作るようにしてます。なんとなくですけどね。で、反対側も一緒ですね。この3つの穴の位置をちゃんと合わせて、で、両側の2つだけ止めていきます。はい。で、今度は、これですね、クロスメンバーって言ったり、ビームって言ったりすると思うんですけど、これを、この3つ穴の方ですね、こっちに、これ形見るとわかると思うんですけど、こんな感じで合わせて、で、これが下側。で、パーツのこのスカスカの方ですね。スカスカの方が上っていう向きになります。で、ここ、両側ですね。3つあるんですけど、両側の2箇所、ネジで留めていきます。
はい、こんな感じで2箇所ですね。で、もちろん反対側も同じです。はい、これで反対側も止めたんで、1、2、こっちも1、2で、これですね、取り付けができました。で、今度このメカを乗せるデッキですね。これを取り付けていきます。これは裏側見ていただくと、ここにスイッチを取り付けるオンオフっていうのがあると思うんですけど、これを前ですね。これを前にして、で、このフレームちょっと開いてあげると入ると思うんで、こんな感じで、こことここですね、を合わせるようにして、ここにこんな感じではめ込みます。で、4箇所ですね。こっち1、2。で、反対側も3、4で4箇所を、ネジで留めます。ここもナンバー1のネジですね。はい、こんな感じで4箇所留めて、デッキですね。デッキの取り付けができました。もうここまで来ると、だいぶ形になってきたなーって感じですね。で、今度、取説の5ページですかね。5ページに進んでいくことができますよと。ここはリンケージですね。リンクの、足回りのリンクの取り付けをしていきます。こんなんがいっぱいあると思うんですけど、これよく見ると2種類あって、こう、大きい穴がついてるやつと、こう、そこまで大きくない穴がついてるやつと、横から見ると曲がり具合も違うんですけど、この2種類があると思うんですね。で、長さも比べるとちょっと違うと思うんですよ。で、まず、これの長い方からいきましょうか。こっちの方。こっちを、4つですかね。4つ取り付けていきます。今の長い方を4つ取り付けていくのは、ここになります。ここと、で、反対側のここ。なんかこの上と下2段、こう穴が開いてるところがあると思うんですけど、まずこれの上の段、全部で 4箇所あると思うんですけど、こことここと、あとは反対側ですね。ここに4つ取り付けていきます。でここで使っていくのもやっぱりナンバー1の、この一番よく使う、このネジですね。これを使っていきます。で、まず、これの、こっちですね。この大きい穴じゃない方。こっちの方を、ここに内側からこう入れます。そうすると、ちょうど収まるような形状になってると思うんですけど、で、この状態でネジ止めですね。ここもやっぱり強く締めすぎちゃうと、動きが渋くなってしまうので、ほどほどにしておきます。こう締めていって、ちょうどこのパーツ自体にネジがちょうどぶつかったなぐらいで止めておくというのがちょうどいいかなと思います。なので、ここがこう、ちょっとガタがある状態ですね。で、もう本当にプランプランで動く。これが理想的な状態かなと思います。ちょっと分かりづらいかもしれないんで、こうフレームにつけない状態で一回やってみますね。ねじ込んでいって、そうすると、ちょうどパーツにネジの傘の部分がこうぶつかると思うんですよ。これぐらい。ここからもうちょこっと締め込むぐらい。もうこれで十分です。で、これを実際にフレームにちょっと取り付けてみますね。なので、一回ちょっとネジ外して、さっきの反対側いきますか。ここに、これを収めて、こうねじ込んでいって、フレームにはぶつからない。で、さっきの樹脂のパーツにちょうど傘の部分がぶつかったところからちょこっと締めたぐらい。で、こう、プランプランになると。こんな感じですね。で、あと2箇所取り付けていきます。はい、これで、まず上段を4つ取り付けたっていうような感じですね。で、今度は下段、ここ1、2、で、反対側の3、4を取り付けていきます。で今度はこっちですね。このちょっと短かった方。短くて、この穴が大きかった方。こっちを取り付けていきます。でこちらも締め付け具合はさっきと同じですね。さっきと同じような感じで4つ取り付けていきます。とにかくこの離した時にプラーンってなる。これが理想ですね。はい、これで下段も4つですね。取り付けができましたという状態。で、ここからいよいよアクセルですね。アクセルを取り付けていきます。じゃあまずフロントからいきますか。フロントがこれですね。これがフロントで、この当然フロントなんでこのステアリング機構がついてる方ですね。
これをフロントに取り付けていきます。でフロントはこのスイッチがある方ですね。スイッチのオンオフマークがついている方。これがフロント側になります。でちょっとここ、どれをどこにつけるかって若干ややこしいんですけど、ここの2箇所にさっきの上段の方、上の方を持ってきて取り付けます。で、下の方から持ってくるのがここですね。ここに持ってくると。じゃちょっと、とにかく上の2つをここ最初につけちゃいましょうか。ここですね。この上から生えてる方。この下じゃなくて、上から生えてる方をここに持ってきて、こうはめて、で、ネジ止めですね。で、ここでのネジの締め付け具合も、やっぱりさっきと一緒ですね。締め付けすぎに注意して、ほどほどで止めておくと。ここはスムーズに動かないといけないところなんで、こう、スカスカで動く状態が理想です。で、今こっちつけたんで、今度、同じく、こっち側ですね。こっち側も止めていきます。はい、これで、上段の2箇所ですね。2箇所を、止めれましたと。で、今度、この下段から生えてる方ですね。こっち。これを、ここに入れます。ここに入れて、で、ショックですね。ショックも一緒に入れて止めると。でここももう普通にナンバー1のネジですね。やっぱりここも締めすぎは注意と。で、最後ここ止めていくんですけど、その前に、車種だったり、組み合わせてるパーツによってって感じなんですけど、ここはですね、全部組んだ後にプロペラシャフトが入らない場合があるので、先に入れておいてしまうっていうのが安全かなと思います。この辺はそんなに説明しなくても大丈夫だと思うんですけど、一応、D カットって言って、このシャフトにですね、カットされて平らな面があるはずなので、そこにめがけて、この芋ネジですね、芋ネジを締め付けると。でもちろん撮影のために、ちょっとネジロック剤今回特に使わずにやっちゃってるんですけど、ここはネジロック剤を使ってしっかり留めておいた方がいい場所ですね。で、最後の1本ここまだ繋いでないので、ここ自由が利きますので、この状態でプロペラシャフトをここに入れて、で、こっちも D カットですね。D カットをめがけて、平らな面にめがけて、芋ネジを締め込むと。はい、これで最後の1箇所。ここですね。ここを止めていきます。はい、これでフロントの取り付けができましたと。で今回メカ積みはしてないんですけど、サーボですね。サーボはとりあえずつけておきましょうか。サーボこれですね。これに、で、またこれもこんな感じのサーボホーンがいろいろ入った袋がついてると思うので、この中からですね、これですね、この一番シンプルな1本だけのやつ。これを使って、一応この同じ袋に入ってた、こういうネジがあったと思うんで、これを使って留めていきます。これも本当は通電させて、センター出して、で取り付けるっていうのが理想なんですけど、今回メカ積みしないので、とりあえず適当にやっちゃいます。でこの時結構ポイントになるのが、センター、これ通電させてセンター出してます。で、これぐらいちょっと斜めにつけるっていうのがポイントですね。こんな感じ。これ斜めすぎか。これぐらいですね。これぐらい斜めにして、これがセンターです。これがこう斜めにくるんで、これも別動画で詳しくやってるんで、よかったらそれ見ていただければと思うんですけど、これはこう斜めにくるんで、そこに対して直角に取り付けないといけないんで、そうすると、これぐらい斜めになるっていうことですね。で、さっきのこの付属のネジ、これでしっかり締め込んで、ただ相手がこれ、ノーマルのサーボだと樹脂なんで、真ん中が樹脂のサーボの場合は、締め付けですね。強くしすぎないように注意してください。で、C34 の場合はこれメタルのサーボが付属してると思うので、ビスはタッピングビスっていうやつじゃなくて、普通の細かい目のネジですね。山が細かいやつを使って、まあ、一緒の袋に入ってるんでわかると思うんですけど、それで取り付けていきます。で、これ収まるとこにしか収まらないんで、こう入れてみるとわかると思うんですけど、こうぴったり収まるんですよ、こんな感じで。で、これですね。これを使って、
上から押さえて、で、ネジで留めると。で、この時使うネジは、これですね。この、なんか、半分ぐらいネジ山があって、半分ぐらいシャフトみたいになってる。このネジ。でこれのすんごい長いバージョンみたいなのも入ってると思うんですけど、こっちじゃなくてこっちですね。ちょっと似てるんですけど、長さは全然違うんで、この短い方。これを使って、ここですね。ここを止めていきます。で、これを2箇所止めて、で、ちょっとついてなかったんですけど、これですね。もちろんついてたら大丈夫ですけど、ここにこれを入れて、こう入れて、で、ビスですね。ビスで、ここで使うやつが、この1本しか入ってないっていうぐらい、ちょっとレアなネジって言うと変なんですけど、この、頭が大きくないやつ。ナンバー1のネジとかって、頭大きいじゃないですか。傘の部分っていうか、こんな感じで。こういう風になってるやつじゃなくて、かつ、すごい長いやつ。このスクリュービスって言って、山が粗いネジの中では長いやつ。これですね。これぐらいのやつ。これが、多分ネジがジャラジャラ入ってた袋じゃなくて、芋ネジとかがいっぱい入ってた方のビスの袋。こういう長い、こういうスクリュービスじゃなくて、山が細かいネジがいっぱい入ってた方になぜかこれだけちょこんって入ってると思うんで、これを使います。これがちょうど届くんですよね。このフィルボールを返して、ここにちょうど届くんですよ。で、これちょっと使われているプロポセットのメカとかにもよるんですけど、一番外はちょっとやりすぎだと思うんで、外から2番目ぐらいがいいと思います。ちょっとその設定とか調整方法とかにもって変わるんでっていうのはあるんですけど、一旦、今回はですね、このサーボホーンのこの白いパーツの穴がいっぱい開いてましたよね。その一番外じゃなくて2番目。ちょっと見えづらいと思うんですけど、ここですね。ここを2番目にしてます。2番目に刺して止めて、で、一応ここのフロント部分は完成と。で、今フロントやったんですけど、リアはもっとシンプルなんで、飛ばしちゃいますね。フロントと同じように、この4箇所ですね。4箇所止めていくだけなんで。はい。こんな感じですね。こんな感じで、リアも取り付けができましたと。で、ついでに、ちょっと今回メカ積みしないので、この配線が邪魔だったんで、軽くマスキングテープで留めてあります。で、ここからですね、今度は、ボディを作っていきたいと思うんですが、今回 C14、これですね。この C14 をベースにこの動画進めていますが、C14 でも C24 でもそんなに大きくは変わらないので、なるべく、両方分かるようにっていうので進めてはいきたいと思うんですが、基本的にはこの C14 ですね。で、進めつつ、C24 の場合はこうなりますっていうような形で、説明ですね、させていただければと思います。じゃあまず C14 でも24でも共通ですよっていうところを組み立てですね、していこうと思います。まずこのボディのフロント部分、ここに、このパーツをこうはめ込んで、こんな感じですね。こんな感じではめ込んで、で今度はこのクリアパーツ、ガラスのパーツをここに入れます。こんな感じ。で、ランナーからこれですね。このダッシュボードのパーツ、これを切り離してハンドルをはめます。で、ここにこれを入れます。こんな感じ。で、ボディとクリアパーツとこのダッシュボード3つをここですね、同時にビスで留めると。で、ここも忘れずに、これ僕よく忘れて組み立てちゃうんですけど、で、後でうわーって言ってまたちょっとバラしたりするんですけど、ここも忘れずに留めますと。で、どちらもナンバー1の一番よく使うビスですね、を使います。で、この辺もやっぱり全部樹脂なんで、パーツがですね、あまり強く締め込みすぎると割れちゃったりとか、変形しちゃったりとかっていう可能性がありますので、そこは気をつけながら
取り付けてください。特にここなんかはクリアパーツ直接触れる部分なんで、ギューってやりすぎるとパキッといっちゃうんで、そこはご注意ください。はい、これで4箇所ですね。4箇所止めましたと。で、今度はこのサイドステップ、これを取り付けていきましょうか。ここにつけるやつですね。で、これは、このナンバー2のネジがいいと思います。これナンバー1で一番よく使うやつですけど、これ傘が大きいですよね。で、これの傘が小さめのやつ。こっちですね。こっちを使います。ここ慣れないと若干難しいかもしれないんですけど、まあ先にこう、ビスを通しておいて、で、この穴ですね。この穴にめがけて、こんな感じで合わせておいて、で、締め込んであげるといいんじゃないかなと思います。で、片方止まっちゃえば、もう片方は簡単かなと思いますので、こっちもですね、止めていきます。はい、もちろん反対側もですね、同じように取り付けますと。これでサイドステップの取り付けができました。この辺までは C14 も24も一緒ですね。で、ミラーですね。ミラーを左右取り付けて、こんな感じですね。で、このドアノブも取り付けて、こんな感じです。で、ワイパーなんですけど、これこのまま取り付けちゃうと、ちょっとこう、浮いちゃう時があるので、ちょっとこう、癖をつけておいてあげると、フロントガラスにですね、結構密着しやすくなるので、この取り付け位置がこの状態だと、こっちにこうしならせておくって感じですね。そうすると、こう取り付けた時にですね、こんな感じで結構フィットしやすいので、ちょっとおすすめの工夫かなと思います。で、こちら側も同じように取り付けると。こんな感じですね。でもし未塗装のまま、このまま組んじゃうよっていう方は、このシールですね。付属のシールをお好みに応じて貼り付けていただくといいかなと思います。で、このウィンカーのところですね。ここも一応シールあるので、これですよね。これを貼り付ける方はここに貼り付けて、クリアパーツですね。ウィンカーレンズをはめ込むと。ちょっと今回やらないですけど、多分これ使い回しでなんか塗装して別のやつに使うかなと。使います予定があるので、ちょっと今回はめないですけど、ここに、このまま組み立てる場合はウィンカーですね。シール貼ってウィンカーと。で、さらにシートですね。シートもつけちゃいます。これはここにこんな感じでこう入れて、で、爪がこっちに2個、こっちに1個あるんで、それぞれですね、こうはめてあげるだけです。こんな感じですね。で、ここから C14 と24がちょっと違ってくる部分になるんですけど、多分 C14 の方がちょっと複雑で、C24 は全然シンプルなんで、多分問題なく組み立てることはできると思いますので、大丈夫ですよね。で、もし、多分大丈夫だと思うんですけど、全然組めなかったんですけどっていうことがありましたら、ちょっとコメントをいただければ、その、動画が確かあったはずなんで、それのリンクをお送りしますので、もし、難しかったらご質問ください。一応、ちょっと言葉だけで説明しながら、言っちゃうんですけど、まずこちらの C14 ですね。C14 は、このグリルに、ライト、クリアパーツですね。これをはめ込みますと。で、この辺は C24 か。24、丸めの方ですね。も一緒です。こうはめ込んで、で、一音はこの時点でもう、このバンパーですね。バンパーに、ここでネジ止めしちゃいます。ここも、ナンバー1ですね。一番よく使うやつ。で、こう1本だけですけど、こんな感じで止めて、で、これを、ここにこう取り付けます。ここに、シャーシのフロント側に2箇所、もういかにもここに止めてくださいっていうポッチがあると思うので、そこにこれをこう合わせて、で、同じくナンバー1のネジを使って止めると。はい、これで、ここですね、2箇所止めました。で、ここでキットの場合は、この LED が付属していると思いますので、これは汎用の LED になりますので、これをこの時点でここにはめて、ここですね、ここにパチって感じではめれるんで、
これはめて、で、受信機の、空いてるチャンネルがいいと思うんですけど、そこに挿せば光るという風になってます。ちょっと邪魔になっちゃうんで LED 一旦避けちゃいましたけど、ここで LED つけました。受信機に挿しました。で、その頃には結構もう全部配線ができてますよっていう状態になってると思うので、そこでこれですね。これを取り付けます。で、この時に特に ESC か受信機どちらかですかね。どちらかがこう邪魔になってかぶせることができないという場合がありますので、その場合はですね、これもちょっと別動画で紹介したりしてるんですけど、ここをくり抜いて穴を開けるとかなり楽になるので、おすすめですね。ちょっとルーターとかないと厳しいかもしれないですけど、ここになんとかこう穴を開けて、で、この2箇所は壊さないように、うまくここの2箇所をネジ止めする場所なんで、ここは避けて穴開けして、で、受信機か ESC を逃がしながら、ここに、埋めるっていうか、配置するっていうのがおすすめかなと思います。じゃあ今回このまま特に加工なしで取り付けちゃいます。で、ここで使うネジなんですけど、ナンバー1でもナンバー2でもどちらでも大丈夫なんですけど、ナンバー2の方が僕はおすすめかなと思います。ナンバー1使っちゃうと結構ここに埋まって取りづらくなったりするんで、こうですね、ここをうまくここに合わせて、で、ネジ止めです。この頭の小さい方、ナンバー2を今回は使います。はい、こんな感じですね。で、今度はこの荷台部分を取り付けていきます。で、これも C14 でも24でも、作業自体はもう本当に同じような感じですね。ここにこう合わせて、で、3箇所止めるだけです。で、この時に、この配線ですね、ちょっとこう潰してしまったりしないように、うまく逃がしながら取り付けるようにします。で、ここで使うネジがですね、ちょっと珍しいのを使うんですけど、これがナンバー1、よく使うやつで、これの長いバージョンみたいなのがあるんですよ。こんな感じで。これを使います。これじゃないと届かないんですよね。この横の部分、2箇所なんですけど、ここですね。ここは今の長めのネジを使います。ここ止めて、で、反対側も止めます。で、3箇所のうち今2箇所。で、3箇所目はここですね。ここを止めます。ここはナンバー2ですね。頭がちっちゃい方を使って止めます。はい、これで荷台がつきましたと。で、この辺りも C1424 共通ですけど、荷台がつきましたと。そしたら、このフロント部分ですね。これをちょっとこう開きながら、これはこうやって入れてあげます。こんな感じ。で、ここ引っかかっちゃう時があるんですけど、その時は、ちょっと手を入れながらですね、ここから、こんな感じで手を入れながら、こう中を押してあげると入りますので、それでこう、はめ込んで、で、このグリルの部分ですね、横がうまく収まる形状になってますので、この辺ですね、この辺をこう意識しながら、ぴったりはめ込んであげると。で、この状態で4箇所止めます。ここ、1、2、で、ここですね。ここに3、で、4ですね。ここ止めていきます。ここは全部ナンバー1のネジですね。あ、ごめんなさい。全部ナンバー1じゃないです。このフロント側、今止めてる方、ここはナンバー1なんですけど、ごめんなさい。間違えました。ここはナンバー1で、で、こちらですね。こちらは、ナンバー1と同じように頭がでっかいんだけど、長めのネジを使います。これですね。ここに、さっきここに使ったやつ、ここに使ったやつと同じ長めのネジを使います。はい、これでこちらの2箇所も止めましたので、今合計4箇所ですね。1、2、3、4。ここを全部止めましたと。で、C24 の場合は、この時点でもう荷台にこれをこうパチンとはめて完成かなと思うんですけど、C14 は若干もうちょっと複雑で、これですね。これをつけて、あとここになんか鉄板みたいなやつをつけたり、スペアタイヤつけたりするんですけど、それを今からやっていきます。なので C24 の方はもうこの時点で、あとテールレンズつけたりして、終わりかなと思います。で、ここなんですけど、これですね。これをつけます。で、
この下側、ここからフロント側のこのボディのパーツですね。これで言うと今、ベージュのところで、黒い荷台で、ここのパーツ、この3つをですね、ここもこの長めのやつを使って留めていきます。さっきここで使ったやつだったり、あとここで使ったやつと同じ長めの方のビスですね。こんな感じで締め込んでいって、でこの黒い樹脂パーツ、特に柔らかいので、ここもですね、強く締め込みすぎてしまうと、ネジ山がこう、ゆるゆるになっちゃうことがあるので、そこは注意しながら締め込んでください。で、反対側も同じように留めていきます。でこうなると、もうこれが取り付けることができますので、もうつけちゃいましょうか。ここにですね、こう爪があると思うんで、そこにこうパチパチと入れて、で、こんな感じですね。で、次にこの鉄板、これを取り付けていきます。これ裏表特にないんでどっちでもいいんですけど、僕はちょっと膨らんでる方を表に、大体膨らんでる方を表にして取り付けてます。でこれここに穴が開いてますので、そこにこちらの穴も位置をですね、合わせながら、こんな感じで合わせて、で、ここにビスですね。で、ここがナンバー1。で、ここもナンバー1なんですけど、後ろ側は、このパーツ、タイヤラックですね。これをこの向きで取り付けながらネジ止めします。はい、こんな感じですね。こんな感じで4箇所ネジ止めしますと。もうだいぶできてきましたね。あともうタイヤだけって感じですかね。で、タイヤはこんな感じで入ってると思うんですけど、これソフトタイヤなので、こう、かなりプニプニ柔らかいタイヤが入ってるんですよ。で、これはもう接着が必須ですね。ホイールにはめただけではすぐに取れてしまうので、必ず、できればタイヤ用の瞬間接着剤で接着をしていただくのがいいと思います。で、これについても別の動画ですでに上げてありますので、それも概要欄に貼っておきますので、このタイヤの組み方ですね。これについてはその動画を参考に、接着して組んでいただければと思います。でもちろん、ホイールウェイトですね。せっかくこのホイールウェイト、これも付属してますので、これも当然組み込みながら、タイヤの接着をしていただくと。で今回そこもやるとかなり長くなっちゃうんで、もうちょっと仮組みではめちゃいますけど、実際はちゃんと組んでいただくと。でこれはめて、で、これをですね、合計5個作って、もうそれぞれはめるだけというか取り付けるだけなんですけど、まずこの荷台のところからいきましょうか。ここはこう普通にタイヤをはめて、ここネジで留めるだけなんですが、ここで使うネジは相手が樹脂なので、このナンバー2の頭がちっちゃいスクリュービス、これを使います。で、ここに取り付けると。で、今度実際に車体に取り付ける4つのタイヤですね。4つのタイヤについては、これもう絶対間違えないようにしてほしいんですけど、この普通のビス、さっきのスクリュービスじゃなくて、相手が金属になりますので、このネジ山が細かいやつですね。の、この小さめの、このビス。これを使います。これもし、さっき荷台に取り付けたのと同じ、相手が樹脂の時に使うスクリュービスでねじ込んでしまうと、もう最悪ネジ山が壊れちゃうので、十分注意してください。はい、これでタイヤがつきました。で、ちょっと前後しちゃってる感じはあるんですけど、あと細かいパーツですね。例えば、ここの牽引フックとか、あとはシュノーケルか。これですね。これをここに取り付けて、こんな感じ。よくここ、走行してるうちに取れちゃったりするんで、ここ瞬間接着剤で僕はいつも留めちゃってます。取れないように。で、この穴ですね。この穴に取り付けると。で、一応ここもはまるようになってるんで、ここもはめてあげてください。で、この辺はもうお好みに応じてって感じなんですけど、これですね。これをつける場合は、ここ取り付けて、これはここ、形見ながらこうはめ込むだけなんで大丈夫だと思いますけど、こうつけたい場合はここにつけると。以上ですかね。これでできたかなと思います。はい。というわけで、今回ですね、C14 をベースに進めさせていただいたんですけど、
C24 でも、もうちょっと、むしろこれより作りは簡単なんで、問題なく組めてるかと思います。で、あと特に C34 の方ですね。ちょっと今回、ほとんど C34、ほとんどというか全く出ずに、こう説明させていただいてしまってるんですけれども、まあ多分、メタルエディション、手を出すって言い方、あれですけど、メタルエディションに手を出すような方は多分組めちゃうと思うんで大丈夫だとは思うんですけど、C34 に関しては、取説も、K 用じゃなくて KM 用がちゃんと付属しているので、まあ、その取説の図を見ながらやっていただければ、大丈夫かなとは思うんですが、もし、わからないよっていうところがあれば、コメント欄からですね、ご質問いただければと思います。まあ、場合によっては、C34 のボディだけ、特にボディがちょっと難しいかもしれないんで、ボディだけの動画も必要に応じて作れればとは思ってますので、大丈夫だと思うんですけどね。はい。というわけで、今回の動画、結構その C1424 共通、あと34も共通で撮らせていただいてるっていうのと、結構動画がいろんな動画を見ながら作らなきゃいけないっていうところが、あるかと思いますので、ちょっと中には、わからないところが出てきちゃったりとかっていうのもあるかもしれないので、その場合は、繰り返しになりますけど、コメント欄の方からですね、ご質問いただければと思いますので、よろしくお願いします。はい。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。